ME262 は、飛行機の世界では誰でも知っているような有名なジェット戦闘機だ。1938年に設計が開始された本機は、ジェットエンジンという新機構を搭載して正式採用され、世界で初めて組織的に運用されたジェット戦闘機の座を勝ち取った。その華々しい活躍は多くの媒体で取り上げられている。しかしその反面、ME262 は開発段階において多くの障壁にぶつかった。今回の動画では、ME262 の開発を阻害した障壁の中でも、ME309 と ME209 との関係に焦点を当てて解説していく。ME262 は1938年に設計が開始されていたが、メッサーシュミット社は BF109 や BF110 の継続的な改良に取り組まなければならず、ME262 の開発は当初から遅れ気味であった。それでも、1941年初めには ME262 試作1号機がレシプロエンジンを装備して初飛行への準備を整えていた。そんな中で、さらに ME262 の開発を遅らせかねない出来事が起きた。メッサーシュミット社が、新たに ME309 という機体の設計を開始したのだ。これは1941年2月25日にドイツ航空省がメッサーシュミット社に設計するよう要求した戦闘機であった。ME309 は総有翼、三輪式着陸装置、射出座席、格納式ラジエーターなどの先鋭的な設計を誇る新型戦闘機で、当時 ME262 よりも機体が持たれていた。BF109 の後継機として選ばれた ME309 は、1942年7月から12月にかけて、試作機の製造と飛行試験の両方で最優先された。しかし、ME309 計画は進行するにつれ、少しずつ雲行きが怪しくなってきていた。1942年12月22日のドイツ航空省経営会議では、生産を BF109 から ME309 に転換すると毎月の戦闘機生産量に穴が開くこと、ME309 は全く新しい設計であり、生産のために全く新しい部品一式、新しいジグ、新しい生産ライン、それに伴う労働者の再教育が必要であることなどが報告された。当時の戦闘機総監であったアドルフ・ガランドの報告もあり、ME309 の不採用はついに決定的なものとなった。1942年12月29日の経営会議で、ドイツ航空省の技術者であるバルター・フリーベルは報告した。ガランド少将はメッサーシュミット社工場を訪問中に ME309 を視察し、機体の外見は優れておらず、将来性もあまり期待できないという報告書を書いた。空軍元帥であるエアハルト・ミルヒは、その上昇性能は BF109G より悪い。と語った。フリーベルは、ME309 の上昇性能は確かに BF109G より悪い。なぜなら、ME309 はより多くの装甲、より優れた武装、より重い着陸装置、そしてより重いエンジンを備えているからだ。しかし、ME309 の機体とその DB603 エンジンはまだどちらも開発の初期段階にあり、改善と改良の余地が多くあるのに対し、BF109 と DB605 にはその余地がほとんど残されていない。と ME309 をフォローした。しかし、ミルヒはこの説明に全く感銘を受けず、面白くない。と一蹴した。彼はまた、DB603 の実現可能性についても懐疑的であった。そして、ME309 の生産が開始されるのは1943年10月以降で、それも少数にとどまり、重要な生産量に達するのは1944年後半になってからだと指摘した。翌1943年1月20日、メッサーシュミット社取締役のウィリー・メッサーシュミットは、戦闘機総監であるアドルフ・ガランドとドイツ航空省技術局局長のボルフガング・フォルバルトと会談し、ME309 の代わりに DB603 を装備した BF109 という新たな選択肢を提示した。これは幅広の着陸装置重武装、ME309 と同等の性能を持ちながら、製造コストは ME309 と比べて 25% というものだった。ガランドとフォルバルトはこれに賛同し、その結果、ME309 は不採用となり、生産開始のために集められていたリソースは、BF109-603、後に ME209 となる新しい機体に切り替えられることになった。
1943年4月23日には、メッサーシュミット社は追加で ME209H という新しい高高度戦闘機の設計をドイツ航空省に提示した。メッサーシュミット社は中高度用の ME209 と高高度用の ME209H を提案して、高度の問題に柔軟に対処した。さてその頃、アドルフ・ガランドが ME262 に登場し、その性能を絶賛する報告書を書いていた。これにより、ミルヒは ME262 を大量生産することを決意した。1943年5月25日のドイツ航空省経営会議では、ミルヒは明確に ME262 大量生産への道を示した。ME209 はすでに既存の BF109 よりも上昇性能が劣っていることが判明し、ME262 の生産のためにも不採用とされ、BF109 も段階的に廃止することが決定された。これらの決定によって生じる戦闘機不足はフォッケウルフ190の増産によって補われることになった。この決定は、実質的にドイツ空軍のレシプロエンジン戦闘機がフォッケウルフ190に統一されることを意味していた。同時に、ドイツ空軍のテストセンター司令官であったエドガー・ペーターセンが、ME262 開発の統括者になることが決定された。ME209 は不採用になることが決まりかけていた。しかし、これに唯一反対した人物がいた。ウィリー・メッサーシュミットだ。彼は、BF109 を不採用とした場合に、その不足分をフォッケウルフ190で補えるかどうか疑問であるとし、BF109 からフォッケウルフ190への生産ラインの転換は、ME209 の生産以上に混乱を生むとした。メッサーシュミットは、ドイツ空軍全体を単一のレシプロエンジン戦闘機に統一するのは理にかなっていると認めつつも、その座に収まるのは、最も性能の良い機体、であるべきだと考えていた。そして彼にとっては、それはフォッケウルフ190ではなく ME209 であった。しかし結局、メッサーシュミットが信じた ME209 は1943年5月27日に生産中止となった。ME262 の生産が開始されるまでの間、フォッケウルフ190の生産を増強することが決定された。メッサーシュミットはこれを受けて、高高度戦闘機である ME209H も不採用とするのかどうかを明確にするようドイツ航空省に求めた。1943年6月4日の会議では、この問題について話し合いが行われた。技術局局長のフォルバルトは、フォッケウルフ190は1945年までに高度1万2000から1万3000メートルの高度をカバーすることができるが、ME209H は1万5000から1万6000メートルという極端な高度を想定していた。ME209H を不採用とした場合、これらの高度域が脆弱になる可能性がある。高高度用のジェットエンジンは現在開発が進んでいるが、それが必要な性能を発揮するかどうか、また、発揮したとしても ME262 に搭載できるかどうかには疑問が残る。と報告した。ME262 開発の統括者となったペーターセンも、ME262 は引いては100機、1000機と生産していかなくてはならないが、しかし、私も ME209H の不採用には抵抗がある。と述べた。しかしミルヒは、ME209 を今不採用としても、大きな問題はない。として不採用の決定を覆そうとしなかった。しかし、会議に同席していたガランドはこれに食い下がった。ガランドは、高高度性能は最も深刻な問題の一つだ。高度8000メートルまでの我が国の戦闘機の性能は、敵の戦闘機の性能とプラスマイナスのわずかな差しかないが、9000メートル以上の高度では敵に遅れを取っている。高高度爆撃機の迎撃だけでなく、爆撃機を護衛する戦闘機や高高度を紹介する偵察機との戦闘も重要である。空戦は日中、高射砲の届かないところへ移動し、現在9000メートル前後の高さに達している。それは今後さらに高くなり、従って、低、中高度のために設計された戦闘機ではなく、高高度専用の戦闘機を手に入れることが極めて重要になるのだ。と語った。続けて、この要求性能をカバーするのがフォッケウルフ190であろうと ME209 であろうと、全く関係ない。重要なのは、どちらがより優れているかということだけだ。私の意見ではこれが答えるべき唯一の疑問だ。と述べた。この会議は ME209 をめぐって長く続いた。ミルヒは ME209 を中止し、ME262 の生産に踏み切る決意を崩さなかった。結局、会議の数週間後にはミルヒの望み通りメッサーシュミット社の主力戦闘機は ME209 から ME262 に完全に移行することになった。ME262 には生産の最高優先レベルである DE が付与され、生産型100機の製造が当面の目標とされた。1943年頃になると、ME262 の生産準備は本格的に着手され始めていた。
そんな中、1943年6月27日、ヒトラーはオーバーザルツベルクにあるベルクホーフ邸にドイツ航空業界の要人7人を呼び寄せた。これにはエルンスト、ハインケルヤクルト、タンク、そしてメッサーシュミットも含まれていた。ヒトラーは密室で彼ら一人一人と話をし、彼らの仕事について説明させ、不満があればそれをぶつける機会を提供した。しかしこれは、ME262 の量産を推進する上で悲惨な影響を及ぼした。1943年7月27日のドイツ航空省経営会議で、不採用となった ME209 が再びドイツ空軍の次期標準戦闘機として採用され、生産計画に舞い戻ったことが発表された。ミルヒは言う。少なくとも ME262 は採用したい。その一方で、ジェットエンジンのような新しいものは、常に特別なものとして見なければならない。普通の戦闘機として見ることはできない。その他にも評価する上で注意しなければならないことがたくさんある。メッサーシュミットも同意した。私はいつもそれを強調してきた。ジェット戦闘機一筋というわけにはいかない。ミルヒは、ME262 は他の計画に付随する形で進行しなければならない。今のところ、ピストンエンジンとプロペラを備えた戦闘機なしにはやっていけないと思う。ジェット機がいつ完成するかという疑問の答えはまだ先にある。私は来年の今頃になると確信している。ジェットエンジンに依存するかどうかを今日決めることはできないので、ピストンエンジンの高高度型に取り組まなければならない。この件に関して、異なる見解を持つ人はいるだろうか？静かになる議場、ミルヒは述べた。では、誰もいない。さらなる議論の後、メッサーシュミットは言った。先ほど空軍元帥が強調したように、ピストンエンジンをベースとした戦闘機の能力を ME262 のために削減すべきではないとすれば、逆に ME262 の生産能力が削減されなければならない。ME262 開発の統括者であったペーターセンは、ME262 のために何かをしなければならない。と嘆願することしかできなかった。その2週間半後の1943年8月17日、ウィリー・メッサーシュミットが同席していない会議が開かれた時にミルヒはヒトラーが ME209 を推薦したことを説明した。当時、私は ME262 計画に全力で取り組むために、ME262 を優先して他の開発計画を中止するという決定をした。しかし、総統が関与されたのだ。総統閣下は、これにはあまりにも大きな危険があるとお考えなのだ。もちろん、総統は ME262 を導入するなとは言っていない。しかし大量に、しかも非常に早く生産したいのであれば、できることは一つだけだ。ME262 は現在、他の2つの計画、ME209 とタンク、153の付属的なものとなった。そのため、ME262 の生産数は調整しなければならない。全体で4000機を超えることはできない。彼は最後に、こう付け加えた。個人的には、ME262 を 100% の状態で生産できないのは残念だ。しかし、私には明確な命令がある。私は軍人であり、命令に従わなければならない。総統が要求する安全保障は、我々も考慮しなければならない。1943年6月27日のヒトラーとの私的な謁見で、ウィリー・メッサーシュミットは明らかに ME209 の重要性を強調し、戦闘機開発をジェット機にシフトさせるというミルヒの野心的な計画に懸念を示したようだ。ヒトラーはその後、ミルヒと会談し、メッサーシュミットの望みを叶えた。ミルヒが指摘したように、すべての戦闘機に対して十分な生産能力があるわけではない。ME209 を生産計画に戻すのであれば、ME260 には苦戦を強いられることになる。しかし、この状況の中でも、希望の光が差した。1943年10月30日に行われたドイツ航空省開発会議は ME209 を排除する足がかりとなった。新たにドイツ航空省技術局の開発責任者に任命されたジークフリート・クネマイヤーは今後の方針を発表した。単発レシプロ戦闘機はフォッケウルフ、190、タンク、152だけでよく、メッサーシュミット社には ME262 しか作らせない。ミルヒは、クネマイヤーの言うことは正しいが、どこかで限界もある。私が考える唯一の難点は、まず、可能な限り最高の方法で、ME209 計画を抹消しなければならないということだ。すぐに、パルチザンが活発になるだろう。と言った。しかしクネマイヤーは、ME209 の生産中止に反対して戦うのはメッサーシュミットだけだろう。彼の部下たちはみんな、このままではいけないという事実をはっきりと認識している。と述べた。ミルヒ派だ。利己的な理由で完全に間違ったことをした後で、諦めるのは簡単なことではない。と述べた。続いて、ガランドが ME209 の生産スケジュールについて質問した。ME209 は遅すぎると言われている。現在 ME209 は1944年7月に登場するとされているが、本来であれば1年早いはずだった。
クネマイヤーはさらに付け加える。多大な努力が払われない限り、1944年7月という予定も間違いなく守られない。フォッケウルフ、190とタンク、152をより多く生産する努力をすれば、ME209 を前倒しすることはさらに困難になる。私の意見では、メッサーシュミットは ME262 にリソースを注がなければならない。1943年11月までに、ME262 と ME209 の立場は逆転した。ヒトラーは ME262 に興味を示すようになり、ゲーリングを通じてその開発を推進させた。11月23日にゲーリングの別荘であるカリンホール邸で行われた会議では、ボルバルトからメッサーシュミット社がジグの設計の関係で ME209 の生産開始日を大幅に変更したことが報告された。クネマイヤーの方針、ヒトラーの関心の変化、そして計画のさらなる遅延により、1943年11月の終わりに ME209 は再び生産計画から外された。メッサーシュミットがフォッケウルフ、190よりも優れ、次期主力戦闘機にふさわしいと信じていた ME209 は、皮肉にも同社の別の戦闘機である ME262 によって打ち負かされた。4ヶ月にわたった ME209 をめぐるメッサーシュミット社とドイツ航空省、ドイツ空軍の最も激しい攻防に、ついに終止符が打たれた。ヒトラーの関心が ME262 へと移ったことは、ME262 の開発を推進する上で大きく影響したが、しかしヒトラーが戦闘機としての ME262 に関心を持っているとは限らなかった。ヒトラーは、ある特定の瞬間に西部の海岸を疾走し、敵の上陸部隊に爆弾を投下できる高速機を求めていた。そしてその時ヒトラーの手元にあったのが、まさに ME262 であった。基本的な技術的知識すらない分野でのマイクロマネジメントを得意とするヒトラーは、今まさに、ジェット戦闘機として最適化されてきた ME262 を爆撃機として利用しようとしていた。ME262 の前途は、まだまだ多難である。